髪の毛を揺らす動画で、こちらのプロジェクトのこのレベル1のパペットとシーンに加えて、レベル2のパペットとシーンを別で作っていました。で、今回はこちらの作り方を説明します。で、作り方といっても、単純にこのファイルから読み込みでレベル2の Photoshop を読み込めばいいんじゃないかって思う方も思いますが、パペットをまた一から作り直すのであれば、この読み込みから新規作成しても大丈夫なんですけども、今回はこのレベル1のパペットで作ったこの細かい設定などをレベル2のパペットにも引き継がせて続きから修正したいという場合の作り方になります。こういう作り方をする場合というのは、このレベル1のパペットをメインで使っているという時に、こういうこともしたいなと思って何か変更をかけた時に、万が一うまく動かなかった時にまた元の状態に戻すことが大変だと思うので、そういう場合に実験的にレベル2で作っておいて、こちらで実験をしてみて、でうまくいけばこの本命のパペットに反映させるっていうやり方をしたりすることが多分あると思います。このソフトはこうやってみないとわからないことが結構あるので、こういう風にバックアップを取るやり方の方が安全かと思います。それではこのレベル2は消しておいて、今からやり方を説明したいと思うんですが、その前に、ちょっとこのパペットとシーンと、あとその中の保存されている設定についてをわかりやすく図にまとめたので、それで説明させていただきます。もしわかりにくかったらすいません。で、パペットを新しく別のパペットを作るっていう時に注意点があるのでちょっと説明します。で、まずリグの画面で作るパペットはいろんなタグ付けとかをするこのリグ設定が保存されます。で、録画の画面では、シーンを作ってアバターの動きを見ながらビヘイビアの調整をしていく画面になります。例えばこのパペットがレベル1の Photoshop データがリンク付けされているとします。レベル2のパペットを新しく作るときに新規作成で作ってしまうと、このリグ設定がリセットされているので、もう一回やり直しになってしまいます。なので、パペットを複製した後で、このリンク付けされた PSD データを、新しいレベル2に置き換えるっていう方法を取ると、このリグデータもちゃんと引き継ぎができます。ただ、この録画画面で作ったビヘイビアの数値は、このパペットに自動保存されません。ということはもちろんパペットをコピーしたところで、このビヘイビアの変更した数値は、情報が入っていないのでコピーもできません。で、このビヘイビアの数値というのはどこに保存されているかというと、このシーンに保存されています。じゃあどうするかというと、この録画画面で変更したビヘイビアの数値をパペットに反映させるボタンがあります。そのボタンを押すと、こちらのビヘイビアの数値がパペットに保存されます。その反映をさせてからパペットを複製させて PSD データだけ後から置き換えるっていうことをすれば、ビヘイビアの数値もリグの設定も引き継いで別のパペットを作ることができます。で、またこのシーンについても、新しく新規作成でシーンを作るとします。そうするとこちらのビヘイビアの数値はまたデフォルトにリセットされてしまうので、この位置が引き継がれるということはありません。シーンは、パペットごとに新しく何個でも作れると思うんですが、このシーンごとにビヘイビアの調整が保存されることになります。なので、そういう場合もまずはじめにこちらで変更したビヘイビアの設定をこのパペットに保存をしてから新しくシーンを作ると、このパペットに保存されたビヘイビア数値がそのまま引き継がれます。パペットとシーンとビヘイビアの関係性はこんな感じです。それを踏まえて今この説明の手順を一緒にやっていきます。まずはじめにこちらの録画の画面で前回設定したビヘイビアの数値をこの
パペットのデータに反映させたいと思います。でそのボタンなんですが、この画面右側のこのパペットトラックビヘイビアというタイトルバーの一番右のところにちょっとちっちゃいですが、パラメータの変更をソースパペットにプッシュというボタンがあります。これを押すと、こちらのパラメータがパペットに反映されました。見に行ってみると、こちらのリグの画面でビヘイビアを見ることができます。で、例えば、前回設定したのは、スムージングを30にしたり、眉の強度を50にしたり、頭のスケールを強度0にしたりっていう操作をしてたと思うんですが、無事このリグ画面のソースパペットに反映されました。ビヘイビアはこちらの画面で操作をする分には自動でパペットに保存されるんですけど、録画画面で操作した時だけシーンに保存されるだけなので、先ほどのボタンを押す必要があります。で、これで、ビヘイビアの設定もこのパペットに保存されたので、改めてこれを複製します。レベル1を選択して、ツールバーの複製。そうすると増えるので、名前をレベル2に変えておきます。で、こちらのレベル2のパペットをダブルクリックで開いて、画面右のプロパティのパペットのところに、リンク元の Photoshop データが表示されています。これをクリックして、今回作ったレベル2の PSD ファイルを選んで置き換えます。はい、今レイヤーが変わりました。これで中身がレベル2のパペットが出来上がりました。髪の毛のレイヤーがちゃんと増えていることがわかります。で、このパペットのシーンも作っておきたいので、このカチンコマークを押してシーンを作っておきます。これで準備が整いました。はい、これでパペットとシーンを複製することができました。ただ、先ほど説明したこのパラメータの変更をソースパペットにプッシュというこのボタンの存在を全く知らなかった時にすでにちょっとチュートリアルを作っていたので、このボタンを使わずにこのシーンを複製するやり方を、一応そのやり方も参考までにご覧ください。それではどうぞ。このキャラクターアニメーターの画面で前回作った基本レベル1のパペットとそのシーンがあるかと思います。で、今回またファイルからこのレベル2の PSD データを新しく読み込んでもいいんですが、そうすると前回作ったアバターの設定をまた設定し直すことになってしまうので、これを残したまま追加で修正していきたい場合のやり方を説明します。まず前回作ったパペットを選択して複製します。編集から複製を押して、こんな風に増えたので名前をレベル2にしておきます。今このままだと前回の基本レベル1の PSD データがリンクされているままなので、ここを押してレベル2をリンクし直します。それでこのレベル2のパペットのシーンを新たに作りたいんですが、ここで新しくまた新しいシーンを作ってしまうと、前回のこちらでいろいろ調整したものがまたリセットされて新しく調整し直さないといけないことになってしまうので、これも新しく作るのではなくて、このシーンをまた複製します。で、名前を2にしておいて、一旦これを開きます。はい、開いたら下のタイムラインに入っているパペットを選択します。選択してみるとプロパティの方のこの紫のバーのところに、どのパペットが今選択されているかが分かります。レベル1をコピーしただけのシーンなので、これは基本レベル1のパペットのまんまになっています。なのでここからプロジェクトの基本レベル2のパペットを選択した状態で、このタイムラインのアバターの名前を右クリックしてプロジェクトパネルで選択したパペットに置き換えというのを押します。そうするとプロパティの方でも基本レベル2に置き換わりました。これでこのパペット、プロジェクトのパペットレベル2がこのシーンの基本レベル2にリンク付けされました。なので
レベル1のシーンでは髪の毛が後ろに行ってると思いますが、基本レベル2のシーンでは新しく作った PSD がリンク付けされてるので、髪の毛が前の方に来てますね。